AI で淘汰される税理士。倒産件数2年連続で過去最多。報道の真実。税理士や社労士。もういらなくない。ネットニュースのコメント欄にこんな声が溢れています。実際、東京商工リサーチのデータで事業の倒産が2年連続で過去最多というニュースが出ました。でも待ってください。最多って言っても何件だと思いますか。100件、50件、いいえ、18件です。日本全国で1年間に18件。この数字が危機なのか正常な淘汰なのか、今日は数字だけで判断していきましょう。1ニュース概要。まず事実から確認します。東京商工リサーチが2026年4月11日に発表したデータです。2024年度2025年度いずれも18件で、調査開始1990年以来の最多タイ記録。2年連続。事業とは何か。弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士などです。倒産の内訳は、売上不審10件 55.5%、その他代表者の死亡が大半5件 27.7%、コンプライアンス違反2024年度4件、2025年度2件。背景として、2000年代に事業の法人化が解禁され、大手事務所が登場して競争が激化、コロナ禍の資金繰り支援で一時的に倒産が減少し、その反動が出た。代表者の高齢化後継者不在問題が顕在化。偽世間の声コメント。ここからネット上に実際に飛び交っているコメントを紹介します。コメント暗記多い業種は不利というか絶滅危惧種。ふむふむ、確かに修行は覚えることが多い。気持ちはわかります。コメント税理士とか社労士と回覧やろ。必要なのは簡単でわかりやすい納税の仕組みと強い罰則。これは実は深い指摘です。後の解説パートで詳しくやります。コメントほとんど老人用暇つぶし法務化してる町の開業医は AI に置き換えた方がいい。医師の話を持ち出しているコメントですが、同じロジックが修行にも当てはまるという文脈で引用します。コメント宅建が一番簡単でコスパ最強だな。これは別の資格の話なのでスルーしていいのですが笑い。コスパで資格を選ぶ時代という文脈は重要です。コメント税理士や社労士は毎年法律が改正されるし、施行例や施行規則、公示や通達とか細かい決め事があるから、AI 任せは今のところ無理だよ。これは具体的な反論ですね。検証します。コメント弁護士の懲戒免許取り消し見ると横領ばっかだな。事業のコンプライアンス問題に触れたコメント。東京商工リサーチのデータとも一致します。コメント検索したらある程度自分でできるのに、わざわざ頼まないことが増えたんだと思う。これも重要なポイント。自己解決できる範囲の拡大という現象ですね。コメント経営コラムニスト横山信弘氏。売上不振が 55.5% を占める。代表者の死亡や後継者不在も倒産の引き金。2022年から2023年のように半減した時は大きく取り上げないのに最多となると急に強調して不安を煽る印象があります。これは冷静な分析。後ほど詳しく見ます。コメント学術研究者佐藤仁氏。事業の倒産増加は高齢化や後継者不足だけでなく AI による業務の置き換えが始まっている点とも重なります。 AI 置き換えの視点ですね。これも数字で検証します。 SNS 上にある追加の声用紙。自分でフリーやマネーフォワード使えば税理士いらなくない。修行って地方じゃただでさえ食えないのに、大手事務所だけが生き残って、零細は全滅するんじゃないの。事業の倒産が18件って、飲食の倒産とは桁が違いすぎて危機感なくない。3解説コメントを数字でぶった切る。正しいコメント。売上不振が倒産原因の過半数。市場の問題だ。正しい。東京商工リサーチの数字売上不振が 55.5%。これは能力の問題ではなく、競争激化と顧客数の構造的減少です。日本の中小企業数はピーク時1986年の約480万社から2021年には約330万社に減少。これが税理士の主要顧客層です。顧客自体が 1.5 倍ペースで消えているのに、税理士の数は増え続けている。税理士登録者数2010年、72,039人。2024年、81,696人。約10年で約1万人増。中小企業数同期間に数十万社規模で減少。供給が増えて需要が減る。これは市場の問題です。コメントは正しい。2年連続最多でも18件。不安を煽る。報道ではないか。おおむね正しい。確認してみると、2019年度15件。コロナ禍2020万。2022年給付金00融資で大幅減少。2024年度2025年度18件最多。コロナの支援が外れたコロナ反動倒産は全業種で起きており、修行も例外ではないだけです。18件は絶対数として少ない。飲食業の倒産は2024年に1000件を超えています。倍率で言えば55倍以上の差。修行が危機というより事業の倒産がようやく可視化された水準になったが正確です。
間違っているコメント。AI 任せは今のところ無理だよ。毎年法律が改正されるから。半分間違い。確かに毎年の法改正は複雑です。しかし今のところ無理という部分は、すでに現実と乖離し始めています。数字を見てみましょう。タックス利用率 70%。 彫刻税調データ。個人事業主のクラウド会計利用率4割近く。 総研調査。フリーマネーフォワード等の会計ソフトでは、確定申告書の自動作成が標準機能。野村総合研究所とオックスフォード大学オズボーン准教授の共同研究。2015年では、税理士の AI 代替可能性は 92.5% と試算されています。同じ研究で弁護士は 1.4%、経営コンサルタントは 0.3%、業務の性質が全く違うことがわかります。ただし、これは将来の可能性の話、現時点での完全代替は無理です。なぜなら、複雑な税法の解釈は人間が必要。経営者との信頼関係は AI にはない。税務調査の立ち会いは税理士の独占業務。今のところ無理ではなく、定型業務はすでに代替されつつあり、高度業務は当面人間が必要が正確です。エストニアは税理士がいない。日本でもできるはず。条件が全く違う。注意が必要。エストニアの特殊事情。人口わずか約130万人。東京都の約10分の1。政府が全国民の預金残高を把握できるデジタル基盤。行政サービスの 99% がオンライン完結。2000年にタックス制度導入済み。日本の現状。人口約1億2000万人。税法が複雑。法人税、消費税、所得税、相続税、国際税務、中小企業数約330万社。税制改正が毎年あり、地方税との連携も複雑。同じ土俵で語るのは無理があります。参考にはなりますが、日本でも明日できるは誤解です。解釈できるコメントどちらとも言える。検索すれば自分でできる。これは部分的に正しく、部分的に誤解を招く。確定申告は、シンプルな会社員の副業程度なら確かに自分でできます。フリー確定申告やマネーフォワードがその証拠です。しかし、法人の税務申告、相続税申告、国際取引の税務調査対応は全く次元が違います。検索でできる範囲が広がったのは事実ですが、全部自分でできるは誤解。ゾーンが分かれています。暗記多い業種は絶滅危惧種。これは感覚としては正しいが、実態は複雑。暗記の必要性は確かに低下しています。しかし税理士の価値は暗記量ではなく判断力、交渉力、関係構築力です。タクシー運転手がカーナビで知識の価値が下がったように、検索 AI で知識そのものの価値は下がります。デモドを使うかの判断は人間の仕事です。4未来3つのシナリオ。さて、ここからが一番面白い話です。世間では AI vs 税理士という構図で語られがちですが、現実はもっと複雑です。3つのシナリオを提示します。シナリオ AI でいいじゃないか論。楽観的転換シナリオ。私の見立てはこれです。日本は今、こんな状況です。人手不足。2030年に644万人の労働力不足。パーソル総合研究所試算。少子化。2070年に人口8700万人台に減少予測。国立社会保障人口問題研究所。外国人労働者受け入れへの社会的抵抗。AI で仕事が減るという不安。長時間労働過労問題。これ、全部同時に解決する答えがあります。AI です。税理士の仕事の話で言えば、定型的な基調申告仕分けの自動化が進めば、税理士1人当たりの担当顧客数が増える。人手不足が解消される。残業が減る。ストレスが減る。AI 導入で仕事がなくなるのではなく、1人が今の3人分をこなせるになる。これはパラダイスじゃないですか。実際、AI 会計ソフト導入事例では、経理担当者の月次作業が20時間以上削減、月次集計作業が 70% 短縮した事例も、仕事がなくなるのが怖い。ではなく、しんどい仕事を AI に渡して、人間は判断提案関係構築に集中する。これが現実的な着地点です。シナリオ大手化戦かシナリオ自然淘汰市場原理。AI を使いこなせる大手中堅事務所が圧倒的な効率を持ち、零細個人事務所は廃業吸収される。数字を見るとすでにその兆候があります。税理士法人の届出数5139件増加中。大手事務所が地方都市に支店展開するケースが増加。税理士試験合格者の年齢は40代が約 40%。開業よりも就職転職が多い。この流れが続くと、10年後には個人の町の税理士さんが激減し、クラウドを通じた大手事務所のオンライン対応が主流になります。シナリオ高付加価値化。シナリオ前向き。定型業務を AI に渡した税理士が、経営コンサルタントとして生まれ変わる。実際に需要がある分野。中小企業の M&A 事業承継社長の平均年齢 60.7 歳。帝国データバンク。スタートアップ支援。国際税務。相続税申告高齢化で件数増加確実。記帳代行で月3万円を受け取るビジネスモデルから、経営パートナーとして月30万円を受け取るビジネスモデルへ。
顧客数は減っても単価は上がる。まとめ、今日の結論を数字で整理します。私業の倒産18件は最多だが絶対数は少ない。飲食業の倒産の55分の1、倒産原因の 55.5% は売上不振。AI ではなく競争激化と顧客減少が主因。税理士の代替可能性は 92.5%NRI オズボーン試算だが、定型業務に限った話、高度業務は当面人間が不可欠。これはどの業種でもほぼ同じ。タックス利用率は 70% 超。クラウド会計は個人事業主の4割近くが利用。AI による自動化はすでに始まっている。日本の税理士は8万2000人近くいて登録者は増えているが、顧客である中小企業は減少中。供給過剰構造が続く。税理士はいらないではなく、今のままの税理士はいらない。これが正確な答えだと思います。AI を使いこなし、経営者の本音に寄り添える存在であれば、税理士は今後も必要とされます。でも貴重と申告だけを売りにしている事務所は、10年後に生き残れないかもしれません。エンディング、いかがでしたか？倒産最多というセンセーショナルな見出しの裏にある数字を一緒に見てきました。コメントも、SNS の声も、感覚としては正しいものが多い。でも数字で見ると、少し違う景色が見えてきますよね。このチャンネルでは引き続き、感情ではなくデータで税理士業界の現実を見ていきます。気になる方はチャンネル登録をお願いします。